皆さんこんにちは。ユーズアドベンチャーズのゆうです。今回からちょっと新たな試みをしようかなと思っていて、それは日本語でポッドキャストみたいにいろんな皆さんの質問に答えていったりとか、一つのテーマについての考えを話してみたりとか、そういう気軽に作れるコンテンツっていうのを作っていこうかなって思っています。なんで、そのようなコンテンツを作ろうかなって思ったかっていうと、実は本当に忙しくなってしまって、なかなか YouTube の動画を作る時間がなくなってしまいました。だけど YouTube は本当に僕がやりたいことだし、 YouTube を普段から見てくれている皆さんにもたくさん僕はシェアしたいことがあるし、僕の動画を見たいと思ってくれている人たちの期待にも応えたいし、可能な限り僕も皆さんが有益な情報とか、あるいは皆さんがポジティブになれることとか、モチベーションを高く夢とか目標に向かって突き進んでいけるようなコンテンツっていうのを発信していきたいなって思っているから、だから YouTube の活動はこれからも続けたいなと思っています。実はですね、非常に体調が悪くて、声がねちょっと変なんですよ。熱は今あまりないんだけど、今鼻水が詰まってたりとかして、ちょっといつもと声が違うかもしれません。いつもと違う声っていうのは、このマイクを使っていることも理由の一つだとは思います。実は僕が普段コンテンツ作るときに使うのは、ワイヤレスピンマイクとか、あとは実は収録するときにこのマイクを使うことが多くて、このマイクの音質は本当に素晴らしいから、だから、自分の中でね、本当によし、今回のビデオは気合い入れて作るぞとかね、このビデオはしっかりナレーションを入れたいから音質を良くしようっていう時にはこのマイクを使っています。話は戻りますが、こういう形でたくさん動画を作っていけたらいいなと思っています。実は僕のインスタグラムのブロードキャストチャンネルに入ってくれてる人はもしかしたらね、回答してくれたかもしれないんですけど、ちょっと前にインスタグラムのブロードキャストチャンネルで僕についてのね、質問を募集しました。で、その質問に僕が YouTube で答えるよっていう風に書きました。それで本当に多くの人が僕のブロードキャストチャンネルにね、質問を書いてくれたので、その質問に答えていきたいと思っています。ただ質問に関してもいろんなね、ジャンルの質問があったので、今回は日本についての質問とか、あとはなんかこう日本とか海外とかね、そういう話の質問に答えていこうかなと思っています。今回の動画はポッドキャストみたいにね、やっていこうと思うんですけども、この動画は新しい試みなので、本当に皆さんがコメントとかくれたらとても嬉しいです。皆さんの感想でもいいし、皆さんが動画を見てる途中で思ったこととか、皆さんが僕に聞きたい質問とか、そういうのがあったらぜひコメントください。本当に皆さんがコメントしてくれたらとっても嬉しいです。それでは、じゃあ質問を確認していきたいと思います。はい、まずはですね、日本は美しいところなのになぜ海外に行きたいのですかっていう質問ですね。正直なところ僕はですね、日本にしか住んだことがないので、それに、海外とかもね、別に全然行ったことがないですし、そういう意味では海外のことを全然知らないんですよ。で、日本のことしか知らないので、僕にとっての基準っていうのはね、例えば美しさの基準だとか、あとは人の優しさとか、人のフレンドリーさとかね、例えば治安もそうだけど、全部僕は基準が日本しかないから、だから世界を見てみたいっていうのは、僕にとっては自然な考えなのかなって思ってて、それに僕は小さい頃本当にいろんな経験をしました。この狭いね、日本で生まれたことにね、なんとなく悲しいなとかね、後悔とかね、残念だなって思ったこともあったし、もちろん本当に日本はいい国だと思うから、だから小さい頃自分が本当に辛い境遇にあったとかで、そういうことだけであまり視野が広くなかったなって思うし、悪いところばっかり見て日本のいいところとかね、そういうのをちゃんと目を向けてなかったなって今では思ってるけども、でも小さい頃は自分がこの狭い世界に生きているから、だから自由になれないのかなって思ったことがあって、だから海外に行きたいなって思ったことはありました。それに日本人ってね、やっぱり海外の人たちに憧れるんですよね。特に英語圏の国に憧れることがたくさんあるんですよ。なんでかっていうと、僕が小さい頃っていうのは海外の映画を見ると間違いなくそれは
アメリカの映画とかイギリスの映画とかで、そういうね英語圏の映画だったので、やっぱり英語圏っていうのに憧れる要因がね小さい頃たくさんあったんじゃないかなって思うんですよね。それは僕が例えば本当に子供の頃ね、ハリー・ポッターとか見てる時もそうだし、なかなか当時ハリー・ポッターみたいなああいう幻想的な世界、ファンタジーの世界をあんなに美しく表現している映画っていうのがなかったから、そういう意味でも、イギリスってすごいなって思ったりとか、魔法ってすごいなって思ったりとか、海外にはああいう景色が広がってるのかとか、いろんな夢をね抱いてしまったんですよね。だから、海外に行きたいなって思ってました。もちろん今は、そういうシンプルに海外に憧れてるとかそういうんじゃなくて、自分の成長とかのために海外に行きたいなって思うし、あとは自分の人生経験、自分があと10年経った時に後ろに振り返った時に後悔のない人生だったって言いたいから、僕は自分が行きたい国に行きたいし、自分が本当にしたいと思う経験をしたいし、でその自分が本当に経験したいなって思うことの中に海外に行きたいっていうところがあるから、僕は海外に行きたいです。でかなり真面目に答えてしまってるので、全ての質問に答えたら一体何分経っちゃうんだろうなって思うんですけど、次の質問に行きます。次、なぜ海外に住みたいのですか？でこれも、さっきの質問と被ることなんだけども、自分が一度海外に住んでみたい、自分が海外に住んで日本とは違うなっていうところを知りたいし、海外に住まないとわからないことってたくさんあると思うんですよね。海外に旅行に行くだけではわからないこと、実際に海外に住んでみて、例えばその近隣のね住人の方とコミュニケーションを取ったりとか、助け合ったりとか、それで海外って素晴らしいなって思うこともあるかもしれないし、実際に住んでみたら想像以上に、例えばアメリカって家賃高いなとか、僕の東京の家賃も正直信じられないぐらい高いんですよ。普通の高いっていう水準よりももっと高いんですよね。それは多分住んでるエリアとかね、そういうのも影響してるし、利便性がいいところに住んでるからだと思うんですけども、だけどもしかしたらアメリカはもっともっと高いかもしれない。というか多分アメリカの方が高いんですけども、あるいはオーストラリアに住んでみたら、オーストラリアは日本よりちょっと高いけれど、だけど野生の動物がたくさんいて、例えばオウムとかね、僕の大好きな鳥たちがいっぱいいて、うわ素晴らしいなって、歩いてるだけでこんなにハッピーな気分になれるんだとかね、いろんな発見があるかもしれないし、野生のカンガルーなんか見た時には、動物園でもカンガルー見たことないのに野生でカンガルーなんか見ちゃったらね、本当にテンションすごい上がっちゃうかもしれないしね。やっぱり長期間その国に滞在しないとわからないことたくさんあると思うから、だから海外に住んでみたいなと思ってます。海外に住むと僕の英語のスキルっていうのをね自然と上達するかもしれないし、だから海外に住むことっていうのは僕にとって非常に成長の機会が多いんじゃないかなと思っています。だから海外に住んでみたい、そういうふうに強く思っています。次はですね、日本はどのような国ですか？日本は変な国なんだろうな、海外の人が日本に来ると、多くの人は日本って美しい、綺麗、ゴミが少ない、いろんな意味で日本は美しい、日本の自然も美しいっていう風に言うけれど、僕は多分海外の自然の方が壮大で美しいんじゃないかなって個人的には思っているし、海外の人が日本はゴミが全然落ちてないっていう風に言うけれど、僕の意見としては確かに僕が子供の頃よりはゴミはあんまり落ちてないと思います。だけどやっぱり落ちてるとこは落ちてるし、マナー悪い人は多いし、例えば北海道この前旅行行ったんですけど、北海道みたいな人の目が行き届いてないような田舎のエリアっていうのはゴミめちゃくちゃ落ちてました。本当に北海道みたいな自然が美しいエリアでゴミを捨てるっていうのはね、すごい悲しいことだなって思うんですけど、でもゴミは落ちてましたね。で、日本がなんでおかしい国、変な国だなって思うかっていうと、なんだか、そのビジネスとかもね、いろんなビジネスがあるじゃないですか。例えばホストっていう商売あると思うんですよね。若い女性とか、あるいはどのぐらいまでの人が通ってるのかわからないけど、寂しいとかね、いう風に感じたりとか、単純に楽しみたいっていう風に思ってる女性が、男性がいっぱいいるね、そのホストに行って、お酒とかね、たくさん注文して、自分が
自分が気に入っているホストのためにものすごいお金を払う。本当に若くてお金がない人だったら10万ぐらいかもしれないけど、でもどんどんね、50万とか100万とか払ったりとか、中には1日で1000万円使ったりとか、信じられない。本当に信じられない。でそれに、ホストも必死にお金を使ってもらおうと、プライベートでも携帯で連絡したりとか、すごい営業努力をしてるみたいなんですけど、本当にね、自分がお金いっぱい持ってて楽しみたくて、でそれでホストに行くっていうのならね、それは人のお金の使い方っていうのは僕がね何か言うことではないし、それは仕方ないことなのかなって思うんだけれど、でも例えばもし寂しいからホストに行くとかで、そういうのだったらすごいそれは残念なことだなって。寂しさを埋めたいのであれば、もっと友達を作るとか、アクティビティに参加するとか、自然を見に行くとかね、登山するのでもいいし、スキーするのでもいいし、自分が行ったことのないとこに行くのでもいいし、いろんな経験をする方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよ。だから、そういうふうなお金の使い方をするような、環境っていうのは、僕にはちょっと理解できない。で、あとは日本はパパ活っていうのも流行ってますよね。例えば僕がちょっと駅に歩いただけですごい若い女性の人、例えば高校生とか、あるいは大学1年生とか2年生かもしれないし、4年生かもしれないけれど、そういう若い人がね、50歳とか60歳、あるいは70歳の人と一緒にね、歩いてるんですよ。じゃあもしかしたらそれはお父さんかもしれないし、おじいちゃんかもしれないっていうふうに思うんだけど、手繋いでんのはおかしいでしょっていうふうに思うし、例えばレストランに行ったら、普通は女性と男性がね、対面で座るじゃないですか。だけど、そのパパ活をしてる人たちっていうのは、結構横に並んで座ったりするんですよ。テーブルの席があったら普通は向かい合って座るのに、なのに、その人たちは横に並んで座ってるんですよ。でそれはあんまり普通じゃないですよね。だからそういう年配の男性とかが若い女性と遊ぶために、どういう遊びをしてるのかっていうのはわからないけど、そのためにお金を使う。でそして、若い女性とかも、お金が欲しいから、そういうふうに年配の男性と遊ぶとか、でそういう文化っていうのが浸透してるっていうのは結構やばいんじゃないかなって思ってます。結構おかしなことたくさんあると思うんですよね。日本の政治家っていうのはね、あんまり仕事をしてないだとか、なんか国民から集めた税金でね、いろいろ遊んじゃってるとかね、いろんなパーティーしちゃってるとか、いろんなニュースもありますけど、そういうニュースとかって氷山の一角ですよね。だからそういうニュースとかに上がってる政治家とかのね、そういう税金の無駄遣いとかいうのも、本当はね、もっとたくさんあると思うんですよね。皆さんは結構日本っていうのは組織的な素晴らしい国だ、規律がしっかりしているっていうふうに言うけれど、規律は確かにしっかりしてると思う。だけどそういうルールとかの逸脱をしている人っていうのは本当に多いと思うし、まだまだマナーが悪いっていう人はたくさんいると思う。ただ日本は、おかしいところもあるけど、いいところもいっぱいあると思うし、食べ物は美味しいし、外国人観光客とかもね、日本に来ると本当に楽しんで帰る人が多いから、だから皆さんにとって日本っていうのは楽しめる国なんじゃないかなと思います。だけど日本の変なところっていうのもたくさん見るんじゃないかなって思います。次の質問ですね。日本には外国人の差別がありますか？これは結構僕自身も、夏とかね、インタビューとかいろいろしてたから、いろんな外国人の方にね、聞いたりとかしてましたけど、僕自身は差別っていうのはあんまりないんじゃないかなって思ってます。で、外国の方がどういうふうに受け取るかっていうのはわからないけれども、日本人は英語が喋れない人がほとんどで、98%ぐらいの日本人っていうのは英語が話せないと思います。だから海外の人が困っていたりとかしても、勇気を持って話しかけることができない人がほとんどなんじゃないかなって思うんですよね。中には勇気を持って、たとえ英語が話せなくても海外の人とコミュニケーションを頑張って取ろうって思う人はいるかもしれないけれど、基本的に日本人は英語が喋れないから、だからそういったところで外国人の方が、日本人は全然私たちの相手をしてくれないとか、日本人は全然私たちと遊んでくれないとか、日本人は態度が冷たいだとか、そういうふうに思うことはあるかもしれないけれど、基本的に差別っていうのはあんまりないんじゃないかなと思ってます。ただ外国の方からすると、こういうところが差別っぽいなっ
っていうふうに重く受け止める人も中にはいるんじゃないかなって思うんですよね。一つ言えるのは、日本人って結構静かに喋る人が多いんですよ。レストランとか行っても。電車の中でたまにうるさい人いますよ。で、そういうところで海外の方は日本人も電車の中でうるさくしてるじゃんっていうふうにね、言う人もいるんですけど、確かに日本人も電車の中で騒ぐ人はいます。それはもちろん大学生とか若い人とかもいるし、お酒を飲んだ後に電車に乗って騒ぐ人もたくさんいます。ただ個人的には普通の日本人っていうのは声量っていうのは小さい人が多いんじゃないかなって思うんですよね。実際この前僕が北海道のホテルに滞在した時も、そのホテルっていうのはほとんど外国人の観光客が泊まっていたので、朝食を食べてる時に隣の外国人の方とかすごい声量が大きかったんですよ。だからその時、日本人ってやっぱり朝ごはんとか食事の時って声小さく喋るよなとか、逆に中国の方っていうのは結構声が大きいなとかね、そういうふうに思ったりしました。ただ日本人っていうのは基本的には静かな環境を好む人が多いから、声を大きく喋ってる人がいると注意されやすいのかなと思います。実際この前僕もわざわざ海外から僕に会いに来てくれた人と一緒に銀座に行ったんですけど、でその銀座でカフェに行ったんですよ。でそのカフェに行った時にちょっとだけ機械を操作して、でその機械が文章を読み上げた時にウェイトレスさんがね、ちょっと静かにしてくださいっていう風にね、注意をしてきたっていうこともありました。なので、結構日本人っていうのはそのボリュームに関して厳しいのかなと思います。日本人が海外の人たちを差別しているわけではないけれど、日本人が不快な思いとかね、あるいは注意したりとかしないように、なるべくボリュームっていうのは小さく喋った方がいいんじゃないかなとは思います。どこの国に行きたいですかっていう質問ですね。一番行きたい国はアメリカかな。あとはオーストラリアとか、イギリス、カナダ。やっぱりその英語圏の国に行きたいなって思ってます。あとはシンガポールも行きたいですね。なんでシンガポールに行きたいのかっていうと、それはもしかしたら以前ね、夏ぐらいかな、秋ぐらいかな、僕の動画を見たことがある人にはわかるかもしれません。オーストラリアに行きたいのは、僕は野生の動物に会いたいから。でもちろん、野生の動物って、世界中にいるから、アメリカでもいいじゃん、イギリスでもいいじゃん、どこでもいいじゃんって思うかもしれないけれど、オーストラリアはすごい暖かいでしょ。だから僕の大好きな鳥たちがたくさんいるんですよ。鳥は可愛いでしょ。だから僕はオーストラリアに行きたい。カンガルーにも会いたい。コアラの鳴き声っていうのも聞いてみたい。だからオーストラリアにも行ってみたいです。アメリカに行きたいのはアメリカにずっと憧れていたから。昔僕は UCLA に留学したいって思っていたけれども、金銭的な理由で、それが実現できなかった。年間の授業料とかね、本当に高いし、あとは滞在するためのコストも高いから、それで実現ができなかった。だから僕の昔からの夢であるアメリカっていうのは、ぜひ本当に行きたい国です。そして今年の夏アメリカに行けるので、とてもとても楽しみにしています。次ですね。海外の人が日本に住むのは難しいと思いますか？海外の人が日本に住むのは難しいんじゃないかなって思います。正直なところ。なぜかというと、やっぱり言葉の壁があるからです。日本人の多くは英語を喋ることができません。ただ、そうは言っても日本人のほとんどの方はある程度の文法とかある程度の単語っていうのは理解できます。だから、もし海外の方が日本人にすごくゆっくり英語を話すことができれば、いろんなコミュニケーションが取れるんじゃないかなと思ってます。でも、ネイティブスピーカー、例えば英語のネイティブスピーカーが日本人に英語を話すときには、スローっていうよりは、もうトゥースローっていうぐらい、ゆっくり英語を話さないと理解してくれないと思います。僕自身もネイティブスピーカーの英語のスピードには全然ついていきません。本当に英語って早口な言語だなって思います。もちろんその早口な言語っていうのがね、ちょっとかっこいいのかもしれないんですけど、あとはやっぱり日本で住むっていうのは仕事ですよね。仕事を見つけるのが難しいんじゃないかなって思うんですよね。例えば日本語能力試験の2級とかね、1級を持っていれば、多少仕事を見つけることはできるかもしれないけれど、日本語能力試験をパスしていたからといって日本語が話せるとは全然限らないですよね。でそれは実は日本の英語の資格試験とかもそうで、資格試験をパスしたからといって英語喋れないっていう人はめちゃくちゃいます。それは日本語能力試験でも同じこと。
例えば中国の方は漢字慣れてるから日本語能力試験はパスしやすいですよね。だけど日本語能力試験1級パスできたからといってその中国人の方が日本語をフルエントリーなのかっていうと、全然違うっていうこともやっぱりあるし、実際に仕事をする上で大事なのっていうのは一定程度の資格と、あとはどの程度日本語を流暢に話せるかっていうことだと思います。あともし日本に将来住みたいな、大学を卒業したら日本に就職したいなっていう人は、例えば USCPA の資格を取っておくとか、例えばデロイト・トーマスとかプライス・ウォーターハウス・クーパースとかアーンスト&ヤングとか KPMG とかね、そういったところで働けるかもしれないし、いろんなチャンスはあるんじゃないかなって思います。例えば他にも英語の先生やりたいっていう人は比較的仕事は見つかりやすいかもしれないけど、みんながみんな英語の先生やりたいわけじゃないと思うから、そういう意味ではやっぱり日本語を流暢になるっていうことが日本の仕事を見つける一番の近道なのかもしれません。やっぱり海外の方は日本でアパートを借りるのも大変だと思うし、日本に住もうとしたら多くの困難が待ち受けていると思います。それは日本人が海外に住もうとしても同じことだと思うんですよね。だから本当にたくさん乗り越えなければいけない壁があると思うけれど、もし本当にあなたがね、日本に住みたい、日本に住むのが夢なんだっていうふうに強く望むのであれば、どんな壁が立ちはだかったとしても乗り越えていってほしいなって思います。次ですね。留学をしたことはありますか？留学をしたことはありません。アメリカに留学したいと思っていたけれども、それが実現できなかった。だから今でも留学してみたいと思うし、海外に住んでみたいと思っています。なぜ英語を学ぼうと思いましたか？単純にやっぱり英語を話せるっていうのはかっこいいなって思ったことも理由の一つです。それに今世界中の多くの人が英語を話せるっていう状況の中で、日本人の英語っていうのは本当に遅れてると思ってて、僕自身も全然英語が得意じゃないので、もし僕がね、英語を話すことができたら世界中の人とコミュニケーションを取ることができる。世界中に旅行に行っても旅行を楽しむことができる。世界中で仕事ができるようになる。世界中の国から仕事のオファーが来るかもしれない。様々なことを考えた時に、英語を学ぶっていうのは本当に素晴らしいこと、メリットで溢れているって思ったんですよね。可能性が広がる。新しい世界の扉が開く。そういうふうに思ったから、英語を勉強したいと思いました。そして今でも英語を勉強したいなって毎日思ってます。ただ、英語を勉強するっていうのは、想像以上に難しくて、特にスピーキングですよね。で、僕のスピーキングの相手っていうのが、なかなか継続的にずっと一緒に練習できるっていうスピーキングの相手が見つからないのもあって、本当にスピーキングっていうのは苦労しています。でも本当に思うんですよ。英語を流暢に話せるようになったらどんなに世界が広がるんだろうなって。例えば今一緒に英語でコミュニケーションとかね、チャットとかしている人たちと自分の気持ちっていうのをね、ちゃんと伝えることができて、ちゃんと相手の気持ちが 100% 理解できるようになったらどんなにいいんだろうなって、どんなに楽しいんだろうな、どんなに友情が深まるんだろうな、本当にいろんなこと考えます。だからやっぱり英語頑張りたいなって思ってます。次ですね。人生の目標は何ですか？結構難しい質問ですね。人生の目標ですよね。つまり自分の人生、生きるということにおいての目標。それは結構本当に壮大なテーマだと思うんですよ。例えば多くの人が僕のことを知ってくれて、僕の例えば動画とか写真とかを本当にたくさんの人が楽しんでくれて、継続的に楽しんでくれて、それで例えば僕がね、10年後とか、5年後かもしれないけど死んでしまいましたという時に、僕という人間がいたんだっていうことをね、たくさんの人が知っていてくれたら、それは嬉しいなって思います。だから第一目標としては、僕は自分の動画とかを皆さんに見てほしい、皆さんに楽しんでほしい、皆さんが僕の動画を見て元気になってほしい、勇気づけたい、本当にいろんな思いがあって動画を作っています。で、結果として僕の動画を見てくれていた皆さんが、例えば僕がね、この世の中からね、いなくなってしまった時に、こういう人間がいたんだっていうことを少しでもね、多くの人が思ってくれるような、そういう風になったらいいのかなって思ってます。
なんか変な目標かな。だけど例えばアートを作っている人たちってなかなか生きてるうちから注目されることって少なくて、その人たちが亡くなってからね、その作品の価値がすごい上がったりとかするじゃないですか。その人たちにとってそのアートの世界っていうのは、アートは永遠に生き続けるわけだから、だからそういうアートの作家っていうのはね、それでいいのかもしれないけれど、でも僕は生きてるうちにできるだけ多くの人にね、僕の動画を見てほしいと思っています。僕が生きてるうちにみんなの感想を聞いたりだとか、みんなを勇気づけられたりだとか、そういうみんなの反応だとか、みんなが頑張りたいっていう風に思ってくれるっていうことを僕は自分の目で見たい。自分の耳で聞きたい。自分の心で感じたい。っていう風に思ってるから、とにかく、結論から言うと、なるべく多くの人に僕の動画を見てほしい。で、僕の動画を見て元気に生きてほしい。で、結果として僕のことを覚えていてほしい。っていう感じかな。はい。次。生きていて楽しいですか？結構、抽象的な質問ですね。生きていて楽しいですよ。正直僕は今が一番楽しいかなって思ってます。僕の過去は全然つまんなかった。楽しいなんて思わなかった。もちろんその場その場でね、一瞬一瞬楽しいっていう瞬間はあったけれども、長期的に自分が目標に向かって歩んでいくんだ。自分にはやりたいことがあるんだっていう風に毎日生きていたのかっていうと、それはちょっと違う。だから今はとても楽しい。僕は今生きていてとても楽しい。なんでかっていうと、進みたい方向が決まっていて、夢や目標があるから、それに向かって毎日進んでいるから、だから楽しい。正直何が大事なのかっていうと、楽しむことだと思うんですよね。何をするにも、仕事をするにも、勉強をするにも、何でも楽しむこと。楽しくないと意味がない。だから僕は楽しいと思う仕事しか受けないっていうふうに決めてます。次。前向きに生きる方法を教えてください。前向きに生きる方法ですか？それは自分の夢とか目標があるかどうかですよね。で、僕にとって前向きに生きるっていうのは、その前向きに生きるための何かが必要なんですよね。目標とか夢とか。で、そういったものがないと下ばっかり向いてしまう。で、以前の僕っていうのは、もう歩くときいつも下ばっか向いてました。で、今でもたまにその癖で下ばっかり向いて歩いていることはあります。だけど、前を向いて歩いたり、上を向いて歩いた方が気分が全然違うんですよね。でも、そのためには何か楽しいことがないといけないんですよ。で、僕にとってその楽しいことっていうのは、まさに今やっていること、クリエイティブな活動だとか、クリエイターとしての活動ですよ。で、そういうのが自分の中で目標として定まっていないと、僕はポジティブに前向きに生きることはできない。だから、前向きに生きるためには、希望がなければいけない。で、その希望っていうのは何なのかっていうと、将来の自分ですよね。だから目標とか夢とかしっかり持ってほしいなって思います。で、目標や夢がないっていう人もたまにコメントでいるんですけど、目標や夢がないのであれば、目標や夢を探してください。絶対見つかると思ってます。自分が過去何が好きだったのか思い出してほしい。今まで生きてきた人生の中で自分が何も好きじゃなかったっていう人なんて存在しないと思うんですよね。たまにね、アニメとか例えば映画の世界で、私は全てに興味を持たなかったとかね、私は生きてきて何にも関心を持ったことがないとかね。で、そういうなんかダークな人もいますけど、でもめったにいないでしょ、そういう人って。楽しいことってあるでしょ。人と話してて笑うことってあるでしょ。楽しいと思ったことの中に目標や夢となるきっかけが必ずあるはずです。だからそういったところから自分の目標とか夢を探してください。ちょっとね、今回の動画は本当に長くなってしまいそうなので、この辺で動画を一度終わりにしようかなって思うんですけども、僕はね、この動画撮ってて結構楽しかったです。やっぱり自分の中で何が楽しいんだろうっていうふうに考えた時に、人とコミュニケーションを取ることが僕は好きなんだなって改めて思いました。なんでかっていうと、やっぱり英語を勉強したいっていうのも、世界中の人とね、コミュニケーションを取れるようになるからっていうね、動機があるから、だからやっぱり本質的に僕は人とコミュニケーションするのが好きなんだなって思います。だからこういうコンテンツっていうのも継続的に作っていこうかなって思いますし、僕もやっぱり日本語がネイティブだから自分のね、母国語で
動画を作るっていうのはすごく作りやすい。だから今後もこのような形で動画を作っていこうと思っています。でもちろん自分のね、英語の勉強のために英語でコンテンツを作ることっていうのは今後もたくさんあると思うけれど、ラフにこのようなスタイルの動画っていうのも作っていこうかなと思っています。でこのようなスタイルの動画であれば、確かにね、字幕を作るっていうのはすごい時間がかかっちゃうと思うんですけども、でも撮影するだけだったら毎日することだってできるじゃないですか。だから継続していこうかなと思ってます。今回のこのような、例えばポッドキャストみたいなね、スタイルの動画っていうのを皆さんが好きかどうかっていうのは正直僕もわからなくて、なのでぜひ皆さんコメントで動画の感想とかね、楽しかったとか、つまんなかったとかでもいいんですけども、いろいろ教えてくれたら嬉しいです。で今回の動画を見てくれて本当にありがとうございます。ではまた次のビデオでお会いしましょう。ではまた。